はい、今日はですね、久しぶりにYouTube 動画を、撮ってみたいと思っております。で、11月2日の木曜日にですね、配信が、スタートされて、おります。皆さんも、すでにご存知かと思いますけれども、ビートルズのラストシングルと呼ばれている、Now and Then の紹介を、していこうと思っておりますので、皆様よろしくお願いいたします。で、この作品はですね、ジョン・レノンが作曲した、楽曲でして、1978年に、当時、ジョンが、住んでいた、ニューヨークの、ダコタハウスという、マンションでですね、カセットテープに、録音されていた、デモテープが、元になっております。ただ、1980年にですね、ジョンが、亡くなってしまったため、残念ながら、この作品は公式にレコーディングされることなく、未発表のまま、リリースさえも、されることはなかったというところです。で、年月は流れましてですね、1994年、この年に、ビートルズのアンソロジープロジェクトが発足されてですね、そのプロジェクトの一環として、元 ELO の、ジェフ・リンをプロデューサーに迎えまして、ポール、ジョージ、リンゴの3人がですね、イギリスのサセックス州にある、ポールが、所有するスタジオに、一堂に会して、ビートルズの新曲をレコーディングするという、機会が、生まれたんですね。で、ジョンが残したデモテープの中からですね、4作、フリーアズアバードとリアルラブと、この Now and Then とですね、あと、Grow Old With Me という曲ですね。その4曲を、オノヨーコからですね、手渡されましてですね、3人が、ジョンの作品を、完成させるべく、録音することに、なったということです。で、ご存知の通り、フリーアズアバードとですね、リアルラブの2曲は、その時にレコーディングを完成させて、ビートルズの新曲として、アンソロジー1と2に、収録されています。ただ、Now and Then とですね、Grow Old With Me はですね、デモ音源の状態が悪くてですね、さっきの2曲以上に、かなりの、作業を必要とすることから、未完成のままになってしまったというところです。特に、Now and Then はですね、ジョンのボーカルがですね、ピアノの音から、分離、することが難しかったようで、そういった意味で、レコーディングを断念してしまったという経緯があります。で、歳月はまたもや流れましてですね、2022年のことです。記憶に新しいビートルズのドキュメンタリーのゲットバックですね。この作品を監督したピーター・ジャクソンのチームによってですね、その時に開発されたAI 技術を駆使して、Now and Thenのオリジナルデモからですね、ジョンの声を抽出することに成功したということです。で、ビートルズのプロデューサーだった、ジョージ・マーティンの次男である、ジャイルズ・マーティンを、プロデューサーとして迎えてですね、再びこの難しい曲をレコーディングすることになったわけです。ただ、残念ながらジョージ・ハリスンはですね、2001年に亡くなっていて、残るビートルズの、ポールとリンゴの2人でですね、レコーディングが再び、開始されたということになってます。で、ピーター・ジャクソンチームの、功績はすごく大きくてですね、リンゴ曰く、水晶のような、綺麗な、ジョンの声が、一つのトラックとして抽出されていると。そこに1994年に、ジョージがレコーディングしたアコースティックギターとエレキギターを、重ねてですね、さらに、2023年にポールがレコーディングしたピアノと、ギター、あとはリンゴの、ドラムを、加えてですね、さらに、ジャイルズ・マーティンとですね、ベン・フォスターによってアレンジされたストリングスを、大胆に重ねることによってですね、この Now and Then、ビートルズの新曲として、完成したわけですね。で、ここからちょっと Now and Then の、感想についてちょっと話を移そうと思ってます。で、この曲は1994年にですね、発表されたフリーアザーバードとリアルラブの2つの楽曲に比べて、ジョンのボーカルは格段に明快になっていてですね、今まで拭いきれなかったボーカルのチープさがですね、格段に少なくなっていると
いうような、印象がありました。で、楽曲自体も、派手さはないんですけれども、いかにもジョン・レノンらしい、マイナー調のバラードといった感じで、すごく心に、静かに、残るものがあるなと思います。ただ、非常に難しい、惜しいというか、惜しい部分があってですね、この作品はですね、A メロ、B メロ、A メロ、B メロ、間奏、A メロ、B メロという、シンプルな、構成になっているんですけれども、もともとのジョンの、デモテープ、1978年にダコタハウスで録音したカセットテープにはですね、幻の B メロっていうのが収録されているんですね。つまり、現状の B メロは実は C メロでして、A メロと C メロをつなぐブリッジの、役割をしていた、B メロが存在していたというわけです。実はこの幻の B メロはですね、非常にジョンらしい、可愛らしいメロディーをしていてですね、そこが、デモテープの、何万千の、本来の、素晴らしさの、ところだったんですけども、おそらく、歌詞が未完成だったからというふうに思われるんですけども、カットされてしまっていると思います。ただ、よく聞くとわかるんですけれども、間奏の、ギターソロが入るパートがあるんですけれども、これは公式リリース版の方ですね。そのコード進行はですね、その幻の B メロのコード進行を踏襲してるんですね。ただ、その上のポールが弾いている、スライドギターのメロディーはですね、ジョンが歌っていた歌メロではなくてですね、ポールのオリジナルのメロディーになっているということになっております。とにかくこの、Now and Then ですね、ビートルズの最後のシングルと言われておりますけれども、残された未完成のグロー・オールド・ウィズ・ミーはどうなるのかという、疑問点はあるんですけれども、この2023年にビートルズの新曲と出会えるという、そんな幸福をですね、噛み締めつつ、聞いていきたいなというふうに、思っております。そんな感じで、以上となります。ありがとうございました。